おはようございます。デュオトラウトフィールドスタッフの津田大樹です。本日は長野県の木曽川水系に来ております。隆起シリーズを使って、イワナやアマゴを狙っていきたいと思います。実は私、初めてのロケで、しかもここ初場所ということで少々緊張しておりますが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、食った。よっしゃー、出たー連発です渓流を釣りをする時の装備の部分なんですけれども、まずそうですね、ウエダーですかね。ウエダーもブーツタイプとかシューズタイプとかいろいろあるんですけども、渓流はですね結構岩場とかで足場が悪いことが多いので、こういったシューズタイプのものが、いいですね。そこはフェルトのものを私は使ってますね。虫とかも多いので、なるべく肌の露出は避けたような服装をしております。あとはクマが怖いので、こういったクマ対策ですね。クマ鈴だったり、あとはクマスプレーですね。でクマスプレーも私はヒグマ用のやつを使っております。ツキノワグマしかいないんですけれども、イカって攻撃的になると普通のクマ用だと効かないっていうようなことを聞いたことがあるので、ちょっとオーバーキルかもしれないですけど、ヒグマ用を、持ってるようにしてます。あとは一番大事なのは釣り券ですね。釣りをする際には、必ず購入してから釣りをするようにお願いします。じゃあまず、隆起の 50S のこれがナチュラルパールヤマメカラーですね。こちらからいきたいと思います。でタックルなんですけれども、ロッドが5フィートの、L クラスの竿ですね。ラインが P の 0.65 と、リーダーが 1.25 ですね。はい、こちらでやっていきたいと思います。ちょっと遠いんですけど、縁尻のあの辺の開きの部分ですね。あ、食いましたね早速。よいしょ、キャッチです。めっちゃいい、幸先いい。はい、幸先よく出てくれましたね。アマゴですね。結構いいサイズですね。25センチぐらいかな。丸々と太っていて、朝とか結構ああいう浅いところとかですね、魚いることが多いですね。捕食場ですね。いわゆる餌を食うのに適しているような場所になります。はい、やりました先ほど釣れたポイントの一段下ですね。先ほど隆起 50S だったんですけど、次は 46S ですね。これが LGI というからですねに変更してみたいと思います。ちょっと流れが、速いので、そうですね、ダウンに、強い、46S ですねに変更します。一番開きのところですね。あ、食いましたねやっぱ朝は開きがいいですねちょっとエビっちゃったですね。はい、イワナですね。ちょっと可愛いサイズですけど、綺麗なイワナですね。はい、そこの開きで、釣れたんですけれども、ダウンの釣り方になりますね。ルアーをだいたいあの辺りに投げて、扇状にゆっくり流れに乗せながらドリフトですねさせながら、ツイッチをかけながら誘ってきたら、多分食ってきたんですけども、ちょっと、口にはかからず背中にかかっちゃったんですけど、はい、釣れてくれたって感じですね。ちょっと続けてもう数頭してみます。また食いましたねいっぱいいるな。サイズアップ、サイズアップ、サイズアップ、サイズアップだ。ちょっとオレンジがかってますね。はい、釣れてくれました。先ほどよりいいサイズですね。結構視点が綺麗で、ヤマトイワナと日光のハイブリッドなんでしょうけど、はい、すごくコンディションいい魚ですね。お腹もパンパンで、さっきと、ルアーは同じで隆起の 46S LGI ですね。同じような釣り方でダウンで誘って釣れた感じですね。
連発ですじゃあ隆起シリーズの使い分けですね。まず 50S ですね。こちら今日初めに使ったルアーになります。言わずと知れた渓流の定番ミノーですかね。アップでもダウンでも綺麗に泳いでくれるっていうのが特徴ですね。私の場合は、結構初めての渓流とかで、最初に使うことが多いですね。であとはだいたいアップでそうですね、平打ちさせながら流れに乗せながらっていうような使い方、非常に綺麗に泳いでくれる優秀なルアーですね。一つサイズダウンして隆起の 45S ですね。先ほどの 50S が 4.5g に対してこちらが 4g なので、使い方は 50S と同じような感じなんですけれども、やや狙う水深が浅かったり流れが緩かったりするところで、使いますね。続いて隆起の 46S ですね。こちらが 5g のモデルになります。サイズ的には 50S より小ぶりなので軽いのかなと思われがちなんですけど、 50S よりも進化スピードが速くて、かつですね、ダウンに、強いっていうような特徴がありますね。今日とかも、流れの開きですねでダウンで誘って、釣れたので、そんなような、そうですね、ダウンで結構優秀なルアーかなと、思います。さらにサイズアップして隆起の 51S ですね。こちらが 5.5g のモデルになります。こちらもやはりダウンで優秀なルアーなんですけれども、ダウンで使うのもそうなんですけど、深場ですねに思いっきり沈めて、トゥイッチをかけてくると深場の、警戒心の高い魚ですね取れたりするので、ぜひ試してみてほしいですね。はい、落ち込みのポイントですね。奥の方が、流れが落ち込んでいてかなり深くなってそうですね。で手前が浅くなっていて流れが緩くなってるので、今の時間帯とかはそこの浅いところが狙い目かなと思いますね。先ほどは、隆起の 46S だったんですけども、次また、50S、 これがスケワカサギですね。ちょっと光量出てきたのでフラッシング系を使ってみたいと思います。あんまり近づきすぎると魚に気配を悟られるので、ちょっと遠目からまずは打っていきたいと思います。食ったバレちゃいましたちょっと川底が茶色っぽいんで、そうですね、川底に合わせたようなカラーチョイスですね。隆起 50S から、隆起 45S ですね。これが黒金イワナっていうカラーになります。手前とかに魚がいると、いる状態で近づくとパッと魚が上に逃げて、上の魚にも警戒心当たるんで、ちょっと注意してもらって、落ち込みに入れてアップで誘ってくる。リールはあんまり、強く巻きすぎずって感じですね。ロッドアクションで誘ってくる感じですね。はい、ちょっとルアー変えます。隆起 50S のリバーベイトですね。フラッシングが、強いカラーになります。反応悪いな流れの上の方にいるのかな。背のポイントですね。魚が餌を食いやすいようなポイントですね。やる気があるやつがいてくれれば。逃げた追った逃げたっぽいですね同じルアーで 2,3 回通したんですけど食い切らなかったので、隆起 45S の、黒金イワナですね。ちょっとゴールドベースのカラーに変えてみます。結構日が昇ってきて虫が飛び始めたので、魚たちもやる気になってるんじゃないかなと思います。やる気のある魚は結構こういう浅い瀬とかに、
で捕食していることが多いので、追ってきましたね。今ちょっと食い切らなかった。ちょっとルアー変えます。龍騎の 45S から次 60S リバーベイトですね。フラッシングが強いモデルになります。40ミリ50ミリ投げてもう魚も見飽きてると思うので、ちょっとルアーサイズ上げてみます。ナイスちょっとクールになってるポイントですね。一番いいところに投げちゃいます。ダメです絶対いるけどなチェイスなし。いや、ここはいてほしい。ルアー変えようかな。龍騎 45S のナチュラルパールヤマメですね。食った。よっしゃー、出たーめっちゃナーバス。お、アマゴだ、アマゴだよっしゃ龍騎 45S のナチュラルパールヤマメですね。ちょっと視点が派手なオイランアマゴと呼ばれるちょっと特徴的なアマゴですね。すごくコンディションのいい魚ですね。軽い龍騎 45S をゆっくり沈ませながら漂わせながら釣れた感じですね。かなりプレッシャーのかかったような魚に有効な釣り方ですね。いいアマゴですね。やりました。はい、じゃあリリースしたいと思います。ありがとう。はい、お疲れ様でした。本日は、木曽川水系の初めての区間で釣りをしてみました。龍騎シリーズを使い分けて木曽の美しいですねトラウトに出会うことができました。木曽川水系はですね、9月いっぱいまで、釣りが楽しめますので、皆さんもぜひですね、熊とか、安全には十分気をつけていただいて、で龍騎シリーズ、使っていただいて楽しんでいただければなと、思います。本日はご視聴ありがとうございました。